皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストでは、日本語の話、日本の文化の話、そして私の日常生活の話など、いろいろなトピックで話します。今日は、日本でここ数年言われ始めた新しい言葉、マルハラという言葉について話をします。これはマルハラスメントの略です。どういう意味かわかりますか？日本にはたくさんのハラスメントを使った言葉があります。例えば、セクシャルハラスメント、セクハラとか、パワーハラスメント、パワハラとか、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。パワハラは職場で、上司のように立場が上の人から下の人に対して強いストレスを与えることです。強い言葉で怒ったり、何かひどいことを言ったりすることですね。時には暴力を振るうこともあります。他には、マタニティハラスメント、マタハラという言葉があります。これは、職場などで妊娠をした人がいて、その妊娠をきっかけにひどい扱いを受けることですね。他には、カスタマーハラスメント、カスハラという言葉もあります。これは、お店とかでお客さんが店員に対して迷惑な行動をしたり、必要以上の要求をしたりすることですね。はい。いろいろなハラスメントが存在します。では、じゃあ今回のマルハラスメントは何かというと、文章の最後に丸をつけて送ることで、怖いとか怒ってるように感じるみたいに捉えられることですね。そう。で、例えば上司からありがとうございました。丸みたいなメッセージが来たとします。で、受け取った方は、何か怒ってる？ちょっと冷たいなみたいに捉える人がいるようです。他にも、この仕事明日までに終わらせてください。丸みたいな風に来ると、なんかちょっと冷たい命令みたいに感じる人がいるようです。そう。で、昔は普通にみんな文章の最後に丸をつけてコミュニケーションをとっていたんですよ。うん。でも、どうして最近の人は丸があると怖いとか冷たいって感じるようになったんでしょうか？そう、これは私も、実際に経験したこととして、メッセージツールの変化があると思います。十何年か前に初めて仕事、会社に入って仕事をした時は、メッセージツールがほぼ E メールだけでしたね。そう。だから、一回のメールで必要なことを全部書いて送る必要がありました。そう。だからしっかり見直しもして、読みやすいメールを作ることを心がけていました。で、もちろん文章と文章の間には丸をつけることが当たり前ですね。これはね、もう学校とかでも習うことなんですよ。英語のピリオドと同じような感じで、日本語の最後は丸ですよね。はい。でも、だんだん最近では LINE とか Teams とか Slack とか、たくさんのチャットツールがありますよね。ビジネスチャットのツールがあると思います。で、二つ目に働いた会社では LINE ワークスというのを使っていたんですね。普通に友達と使う LINE のビジネスバージョンみたいな感じです。で、その会社では働いている人もすごく若かったんですよね。だから、その LINE ではすごく
カジュアルにキャッチボールが多かったように思います。そんなに長い文章は送らずに、一文だけで、この仕事やってください。ポン。わかりました。ポン。みたいな感じでね。キャッチボールがすごく早かったと思います。だから、そのメッセージの交換自体もカジュアルになっていましたね。若い世代だったというのもあって、びっくりマークとか絵文字もよく使っていたと思います。例えば、お願いしますみたいな時に合わせる絵文字を使ったり、了解です。グッドボタンみたいなね。そういう感じでしたね。で、私たちの世代とか、私たちよりも少し若い世代の人たちは、そういう短い文章で、カジュアルに会話することにとても慣れています。だから、文章をまるで終わらせることに慣れていないんですよね。それが、ビジネスの場でも、そのカジュアルさを求めてしまっている人がいるのかなと思います。メールしかなかった時代の人は、当たり前に丸を使っていたんですけど、今の世代の人たちは、それが当たり前じゃないという世代間ギャップがありますよね。それで、知らないうちに、上の世代の人が冷たいっていう風に思われてしまっているのが、かわいそうだなって思いますね。もちろん、若い人がみんな丸が苦手っていうわけではないんですが、中には、そういう風に上司からの丸腹に悩んでいる人もいるみたいです。はい。面白いですよね。私がいくつかの会社や仕事を経験した、感じで話すと、その職場の雰囲気をしっかり見る必要があるのかなと思いますね。いろんな世代の人がいて、ちょっと硬い雰囲気の会社に勤めている人は、丸を使うのが当たり前なので、絵文字とかを使うと失礼だとか、ふざけているのかみたいに捉えられると思います。一方で、そういう柔らかい雰囲気のメッセージを好む会社もありますよね。もうカジュアルにポンポンキャッチボールをした方がスムーズに仕事が進むと思っている会社もたくさんあると思います。だからね、自分が置かれた環境がどういうものなのかというのに合わせてスタイルを変える必要があると思いますね。多分、このポッドキャストを聞いている皆さんの中には、日本の会社で働いている人もいると思います。どうですか？丸は使いますか？そのメールの雰囲気をつかむのが難しいという人がいますかね？どうだろう？皆さんもぜひそういうことで悩んでいたらコメントで教えてください。はい。じゃあ今日は、この時代の変化みたいな感じで、テーマでね、話をしました。はい。今日のポッドキャストの、トランスクリプトはペイトリオンで配信をしています。ぜひそちらも見てみてください。それでは今日の動画がいいね、面白いねと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。